こんにちは。スマイルマイルのかよです。今日は30日間チャレンジの23日目でございます。今回のテーマは自分の信念と7つの約束、心地よい毎日を過ごしていくためにという内容でお送りしていきます。これあなたにもやっていただきたいんですよ。宿題にしましょうか。私ももう47歳になったばっかりなんですけど、私はこれからどのようにして生きていきたいかなということで、自分自身が何を大切にしているかということを考えた時に、私の棚卸しをしようと思ったんですよ。自分が大切にしていることや、私自身の哲学、自分が信じていることですね。で、これを今一度紙に書き出して、これを見ながら充実した毎日を過ごしていこうと決めたんですよ。で、もうすでに私書いてるんですけど、今日はこれをあなたとシェアしていきながら参考にしていただける部分があったらあなたの生活の中にも取り入れていただけたら嬉しいです。で、まず最初に自分の信念ということで、まず私が書いたものをお見せしましょうか。このノートは私がアイデアをひらめいた時につけるノートなんですよ。で、1ページ目の開いたところにこうやって一番上に私かよが大切にしていること信念って書いて、ハートをこれ何個でもいいんですよ。ハート、私はハートを15個書いて色分けしてハートの下に私が自分の人生の中で大切にしていることを書いてるんです。ちょっと読んでみましょうか。ちょっと何個か挙げてみますね。一番上のピンクのハートが、笑顔、愛だったりコミュニケーションで、青が、尊敬で、責任で、信頼。オレンジのハートがユーモア、思いやり、正直、誠実さで、緑が自然、バランス、共感力で、一番下の紫のハートが自分らしさ、私だけにしかできないこと、オーセンティックって言うんですけど、one of a kind って言うんですね。one of a kind、あなたにしか出せない味っていうのがあるんですよ。人それぞれです。これを表現していくっていうことを大切にしています。で、ノンジャッジメント、平等っていうこと、自分勝手な判断を入れずに公平で差別するようなジャッジをしないということです。で、最後がピースですね。平和です。以上、私15個書いてます。で、これを毎日見ることで、そうだそうだ、私はこの部分を大切にしているんだと感じることができるんですね。私はこの部分を大切にしていきたいと感じる部分は個人個人で違うんですね。ただ白い紙、ノートにでもいいです。私のように。で、マーカーか何かでいろんな色を使ってハートを描いていくんですね。そしたら、ハートをこう描いていくことで、自分の内側から私って私の人生の中に取り入れたいこと、自分の軸として持っておきたいものっていうのが書いているといろいろ出てくるんですよ。で、この時に不必要な情報が入ってこないように、全ての電子機器を消して、素の状態、ありのままのあなたで、まずはいるところから始めて、でそこから筆とかペンを動かしていってください。以上が私の自分の信念、私にとって欠かせないものになります。で、次が7つの約束。7つの習慣のパクリ？いや、違います。コービー先生かっこいいですけどね。でもちょっとパクったのかな。いや7つのなんとかってよくあるじゃないですか。で、これを7つの約束として歌謡バージョンでいきたいと思います。なんだ7つの約束って思ったでしょ。これも今日のテーマにつながってるんですよ。ちょっと待ってくださいね。紙をペッと取って、この約束もあなたのライフの中で日本語で言えって
あなたが生きていく上で約束をねしてほしいんですよ。でこれをね私なりに7つ挙げていました。で1番目の約束が自分との約束です。あなたとして生きていくために自分自身への守り事というか、私が自分として歩んでいくために何をね、基準にしていくのか、ここを決めてほしいんですよ。自分との約束ね。例えばなんだろうな、やりたいことがあるとしてそれを紙にちゃんと書き出す。でそれを見て実行していくということを自身へ約束していってほしいんですね。これは一応例ですよ。さああなたはどんな約束を自分自身にしたいでしょうか。次2番目はね、体への約束です。体はね、私たちが健康的に生きていく上で欠かせないものですよね。自分という意識はあっても体というのはまた別だと私は思ってます。ですのであなたのこの身体を作るために欠かせないもの、例えば運動だったり睡眠で、口から入れるもの、肌につけるもの、あなたがどのように自分の体を扱い面倒を見ていくか、自分自身の体に対してあなたができる約束っていうのがあるはずです、ね、体があるから私たちが行きたいところに行けるんですよ、ね、きちんと動かしてあげてお休みする時間も取ってあげる。あとは食べ物とか、いろいろあります、あげれば、ね、このように自身の体への約束を、2番目に設定してみました。で3番目、心への約束です。心はね、自分が感じること、一番がやっぱり感情に近いかな。私たちは毎日違う感情を抱えて、いろんなね思いが溢れてはね消え去り、また違う感情がね現れたりするんです。自分のハートが温かくなる心への約束、例えば感謝だったり思いやり、ね、自信を育むことでもいいんです。自分の心を養っていく、ね、約束っていうのをしていきましょう。で4番目は家族への約束。自分の家族へ対してあなたはどのような約束をしたいでしょうか。私はハッピーで笑顔なお母さんとして自分の人生に欠かせない家族、ね、私の今の家族だったり、ね、私の母とかお姉ちゃん、親族のみんな見てるでこの方にも私がどういう存在でありたいのかっていうのが私にとってはこれが重要なんですよ。で笑顔でね、なんかいると癒されるなとか、そういう存在でありたいんですよ、ね。自然な形で私が自分らしくいられるような状態で自分の大切な方たちと過ごしていく約束っていうのをね、これからも続けていきたいと思ってます。で5番目、周囲への約束。あなたの周りにいろんな方がいらっしゃいますよね。お仕事をされている方は同僚の方だったり取引先の方々、またはお客様、ね、さまざまな方がいらっしゃいます。あとはお店に行った時の店員さんとか、ね、この方へ対してあなたがどのように接するか対応するのかっていうのも自分がちゃんと約束することで、それをね実践していこうという気持ちが湧いてくるんです。だからあなたの周りの方へ対して自分がどのような存在でいたいのかっていうのも決めていきましょうよ。そうしましょう。次は6番目は魂との約束。魂ですよ。あなたの元にあるもの、一番
奥深くにあるものですね。これはあなたがね、成長できること、自分の内側にある深いところから、誰もがね、自分の使命を持っていると私は思うんですよ。この部分にフォーカスしていくことで、より自分がどのように社会に役立つのか、ね、私は何をできるのかっていうのが分かりやすくなってくると思うんですよ。自分が成し遂げたいことがあったり、魂がね成長しているなと感じる行動を起こしたりとかで、このように一歩を踏み出してあなたの内側に眠っている火を起こしてほしいんですよ。例えばね、もし自分は日々ね成長していくことで生きていく力が湧いてくると思っている方は、じゃあね、あなたは一日でちゃんと自分が成長できることを少しでもやりましたかというね、このような約束をあなたにしてほしいんですよ。これ一例になりますけど、ね、魂との約束、あなた自身の内側に眠っている声を引き出して、その部分を実現するためにあなたは何ができるかっていうのをね、焦点に当てていただきたいと思います。で、一番最後は何でしょうか。これです。今への約束。私たちは今という時間しかないんです。何があってもこの時間しかありません。過去を思い悩まず、まだ来てもいない未来のことにね、思いを馳せたり不安になったりして自分を苦しめたりせずに、今をねもっとかみしめて生きていきましょうということです。すべてのものが今この瞬間に存在しています。その部分を自分でね、自分の価値とか先入観を入れずにそのまま見てあげるということも大事です。現在という、ね、この貴重な時間をあなたらしくね、過ごせることができるような約束をしていただきたいんです。このようにね、7つ挙げてきました。もしよかったらあなたはね、この7つの約束作ってみませんか。書いていくと自分という存在がより、なんていうのかな、よりね自分のことが分かってくるんですよ。私ってこういうふうに考えてるんだ。私はこういうものを大切にしているんだ。こういうのが好きなんだなっていうのがね、あなたという人物をよりもう深く深く掘り下げていくことができるんですよ。これ本当に面白いんです。気づかなかったことが必ず見えてきます。最後におさらいしましょうか。この約束いきますよ。1番、自分との約束。2、体への約束。3、心への約束。4、家族への約束。5、周囲への約束。6、魂との約束。7、今への約束ということになります。でね、次回は私がねこの毎日を心地よく過ごしていくために最近やっていないことまたはねやめたことっていうのを次回のエピソードであなたにシェアしていきます。今日は23日目、これで終わりにします。最後までご覧になっていただきありがとうございました。今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。また次回に。